皆さんこんばんは。今回は主にアニメに関するダンジョン飯の解説をしていきたいと思います。アニメ勢でもネタバレはあまりないと思いますし、ワールドガイドを購入するほどのガチ勢も気づかないであろう推測の話も紹介していきますので、ぜひ楽しんでください。アニメシーズン1とシーズン2のエンディングの違い。アニメのエンディングシーズン1は緑黄色社会さんのパーティーという楽曲で、旧ライオスメンバーがダンジョンに潜る前の様子を作者の久井涼子先生が直筆で描いています。気になるポイントを解説すると、ライオスが起きた時にすでにファリンが街を歩いており、ファリンは島の通路で右手に花を持ちながらカモメと触れ合っています。この持っている花は後に登場するお腹を空かせたファリンが森で見つけて吸っている花によく似ています。ファリンは子供の頃からこの花を見つけたら摘んで蜜を吸っていました。チルチャックは海岸で酒を飲みながら作業をする人たちの様子を眺めていますが、この4人はおそらく紹介屋のダンダンとチルチャックが面倒を見ている弟分3人のハーフフットでしょう。挨拶をしているだけなのか、もしくはしばらく迷宮に入るためダンダンに弟分たちの面倒をお願いしているのかもしれません。ナマリは笑い狼亭で同じドワーフに疎まれながらも食事をしています。ドワーフに疎まれている理由は、改めて簡単に言うと、ナマリの父がドワーフ社会で迷惑をかけてしまい、娘であるナマリの印象も悪くなっているからです。しかし笑い狼亭の店員はそんなことを気にせず笑い飛ばしているいいシーンですね。もしよかったらそのことを解説している過去の動画もご覧ください。戦士は人間たちがワイバーンを捕獲しているのを目撃しているシーンです。ワイバーンは本来迷宮地下5階以降に滞在するモンスターなのですが、地上付近まで運び出されています。翌日の石像が並ぶここはどこなのでしょうか。そしてシュローは子供たちや犬と一緒に港を歩いていますが、よく見ると奥の方に舞鶴たちがこっそり覗いていることがうかがえます。以前の動画でも紹介しましたが、シュローがライオスパーティーとして迷宮に入った時も、舞鶴たち一行はシュローに悟られないように様子をうかがっていました。シュローが何をしていても必ず舞鶴が監視していて、印象的なシーンで言えば、ダンジョン飯ワールドガイド完全版でシュローがファリンに告白する時も舞鶴がいたり、もしも魔法の鏡で性別逆転をしてシュローが女になったらというシーンでも舞鶴が覗いていたりします。そしてダンジョンの入り口でメンバーが揃ったところで終わります。その後ラストカットは食事の器が置かれたシーンですが、器が4つしかありません。もしかしたらこのシーンだけはシュローナマリのいる6人パーティーの時ではなく、現在のライオス、マルシル、チルチャック、戦士の4人パーティーの時の食事なのかもしれません。ちなみに最初に戦士に振る舞われた大サソリの鍋を食べるシーンでは全員箸を使っています。全員箸が使えるんですね。そしてシーズン2のエンディングはというと、すでにライオスは戦士たちと合流していて食事をし、シュローはろくに食事も取らずにげっそりしながら舞鶴たちと一緒に迷宮に入っています。これはシーズン1の終わり、ファリンを助ける時の前日になっているのでしょう。この日の他のメンバーの様子を見てみると、カブルーパーティーは動く鎧と遭遇し、リンのスキルで動く鎧たちを一掃します。カブルーの言うように、彼女はこの場の全員をまとめて消し積みにできるというほど強力な魔力を持っているのがわかるシーンです。ドニとフィオニルは迷宮地下3階まで降りて幽霊と対峙しており、頑張っている姿がグッときます。ナマリはタンスじいさんと共に迷宮地下4階まで登り、この後に全滅したカブルーパーティーと出会い蘇生をしてあげるシーンにつながります。おばあさんのヤーンさんはナマリにおんぶをされていますが、タンスじいさんは意地になって自分の足で階段を登っている様子に性格が現れてグッときます。カナリア隊も登場し、おそらくダンジョンに異変が起こっているという情報がパッタドルに入り、これから島へ向かうことになるシーンかと思われます。実はこのシーンには確証がないので推測の域を出ない話ですが、右奥にエルフには見えない耳の形がノームのような女性のキャラクターが存在しています。なぜエルフの本部であるにもかかわらずノームのような女性がいるのか疑問に思っていました。エルフの本部なのでわざわざエルフに見えない女性を描く意味も分かりませんし、さらにこの女性どこかで見た覚えがあるので気になっていたのですが、ワールドガイド完全版に登場していたあの人物かもしれないと思いました。その人物がこちら。
彼は私の唯一の家族でした。私には彼が全てだった。といった元迷宮の主交流会に登場した人物です。もちろん同じ人という確証はないですが、元迷宮の主だった場合、犯罪を犯した者としてエルフの本部に収監されたり、カナリア隊のメンバーになっていてもおかしくないと思います。そう考えれば、ノーム風の女性がエルフの本部にいても辻褄が合いますが、そうでないかもしれません。ただそれが正解の場合、少し悲しい気持ちが芽生えました。いくら読み漁っても全然作者が作った設定を教えてもらえていないじゃんと、もっと登場する人物がどんな人なのか教えてほしいです。ダンジョン飯は作者が作った世界観のほんの一握りなのかもしれません。ライオスが人魚の歌を歌うシーン、アニメで印象的だったのは、聞くと幻覚を見てしまう人魚の歌が実際に歌詞付きで歌われていたシーンです。ライオスは本来歌を聴いたら意識がなくなってしまうはずの歌をどうやって覚えたのだろうかと気になっていました。カブルーは人魚の歌対策で耳栓をしていましたが、この耳栓は近くにいるリンの声すら聞こえないレベルです。もしかしたらライオスが歌う人魚の歌は子供の頃から愛読している迷宮グルメガイドに書かれているのではないでしょうか。迷宮グルメガイドは実は著者は実食していないのではないかというあやふやな情報も記載されている可能性があるので、人魚の歌をライオスが歌った時、人魚が逃げたのは下手だからではなく違う歌だったのかもとすら思っていますが、確証はないので想像するだけにしています。ファミ通によるアニメ制作スタッフへのインタビューによれば、ダンジョン飯のほとんどの音楽は三田康則氏による制作とのことで、人魚の歌声はファリン役の声優早見沙織さんが歌われています。三田氏はダンジョン飯の世界観に合わせて音楽をこだわりまくり、ルネサンス期の中世古楽の楽器を使用し、ハンマーダルシマーという楽器やクルムホルン、現在のオーボエやフルートの原型といわれるショームといった楽器を使っているそうです。昔の楽器を使うとなると、制作できる職人も少なければ演奏する職人も少なく、普通の音楽制作の何倍も大変だったはずです。それなのに中世古楽の楽器以外は考えられないと時間をかけて制作されたそうです。そのおかげでアニメは最高の BGM になっていると思います。劇中の印象的な BGM はこの三田氏の尽力によって支えられているのです。もし機会があれば三田氏にライオスが人魚の歌を覚えた理由も教えてほしいです。ユニコーンの角のこだわり、視聴者さんから送ってもらった気になるコメントも紹介します。この作者さんは本当に真摯に作品を作る方ですよね。ユニコーンの角が額ではなく鼻から生えているのを見つけた時はマジで驚いた。骨格としての角とひづめの数の関係もどこかで勉強されたんでしょうね。この部分なのですが、もともとユニコーンは空想上の生き物で、どの画像を見ても額から角が生えていますが、ダンジョン飯版のユニコーンは鼻の上に角があります。全ての角が鼻の上というわけではなく、例えばバイコーンは2本の角が額の上から生えています。なぜ鼻先なのでしょうか。実はユニコーンは空想上の生き物とはいえ、モデルになったと言われている生き物が存在します。それは約2万9000年前に絶滅したと言われるシベリアンユニコーン、別名エラスモテリウムです。現在のサイに近い姿ですが、この生き物は1本の角が鼻の上の位置にある一角獣です。サイもそうですが、一角獣といえば北極に住む海洋類の一角も鼻の先に角があります。2本の角が生えている生き物はほぼ全て額から角が生えますが、現実に実在する一角獣はほぼ全て鼻先の位置に角があるのです。それを理解して生き物の生態を忠実に再現するため、ユニコーンの角を鼻先にしたキャラデザをする久井涼子先生の知識に脱帽します。というか怖いです。ちなみに劇中の空想っぽいイメージイラストでは額に角があるユニコーンも登場していますが、その理由は分かりませんでした。それではここで人気がなさすぎて誰もコメントで反応しないダンジョン飯クイズです。今回はこれは何のリアクションをするマルシルでしょうです。まずはこちら、何のリアクションをするマルシルでしょう。正解はシェイプシフター戦の時、偽物の中から本物のマルシルを見分ける時にライオスが
ウンディーネを警戒していないことを指摘した時の顔です。続いてはこちら。何のリアクションをするマルシルでしょう。正解は冷酷なる赤毒コカトリスを威嚇するイメージ上のマルシルです。威嚇するためにただ出て行っても食べられて終わるだけなので、自分のやり方で威嚇を試みます。ちなみにその方法がこちらです。めちゃくちゃかっこいい最高のシーンですね。続いてはこちら。何のリアクションをするマルシルでしょう。正解はサキュバスモスキート戦で自分の理想の人物が登場した時のリアクションです。思わず息を飲むほどの美形が登場しますが、チルチャックには不評でした。続いてはこちら。何のリアクションをするマルシルでしょう。正解は過去に一人で食事をしていた悲しい過去を持つファリンの話を聞き、彼女の心情を思いやり二度とファリンを置いていかないと決め、ファリンを助けると改めて誓ったマルシルのリアクションです。そして最後はこちら。何のリアクションをするマルシルでしょう。正解はシャドウテール戦で触手を持った植物に捕まったマルシルを助けた後、ライオスが締め付け具合がすごく気持ちがいいと思うんだけどどうだったと聞いた時のマルシルです。もちろんその後は怒られました。以上、マルシルのリアクションクイズでした。いかがでしたか。視聴者さんからもたくさんのコメントをいただき、自分も改めて気がつくことがあり、とても感謝しています。もし何か好きなシーンや言いたいことがあればコメントよろしくお願いします。